皆さん、こんにちは。はい、今日はこのように2つのノートを持ってきたんですけど、こっち側は、トラベラーズノートなんですね。オリジナルサイズのトラベラーズノートなんです。いつもご紹介しているように、今年の読書ノートとして使っているトラベラーズノートなんですね。で、こっち側は、ノックスから出ているミニ5サイズの手帳なんですね。オーセンです。めちゃくちゃ可愛いんですよね。はい。まあ、すごく悩んで買ったものなんですけど、今日はこの2つを持って話をしたいと思います。ですね、読書ノートなんですけど、なぜオーセンのしかもミニ5サイズの手帳を持ってきたのかっていうこと疑問に思うかもしれないんですけど、ですね、このように私が今使ってる読書ノートのようにテキストがいっぱい、文字がいっぱい入ってる読書ノートもすごくいいんですけど、これがちょっと負担になる方、もしくは、ちょっと簡単に記録だけ取りたい方がいらっしゃれば、こういう方法もいいんじゃないかなっていう、紹介をしたくて、持ってきたんですよ。だから、いわゆる読書ノートの初級編みたいな感じなんですけど、ですね、これ多分皆さんもう完全に見慣れてると思うんですが、こちらの読書ノートはこういう風に私使ってるんですね。前の部分は、マンスリーの部分にこういう風に読み終わった日のチェックをしてて、後ろのノートには、レビューを書いてるんですよ。で、このように、こうなんか、4年 ?5 年ぐらいずっと続けてこういう形で書いてるんですけど、結構私のチャンネルにすごくこの読書ノートが好きで見てくださってる方も結構いらっしゃるんですよね。で、なんですが、これでもう一緒になんか読書ノート書いてみますっていう方もいらっしゃれば、すごく可愛いですね、すごくいいですねと言いながら、でも私はちょっと無理なので、見るだけで満足しますっていう方々いらっしゃるんですよ。なので、ちょっと一緒になんか方法ないのかなと思ってて考えて、この子を持ってきたわけなんですね。で、正直に言うと、そういう方法を探ってこういう方法が出てきたっていうことじゃなくて、実は私、この間の動画にも載せたんですけど、M5 サイズの手帳を使い始めたんですよ。財布代わりに。財布で使いながら、そこで質管理みたいなものもちゃんとやりながら使ってる M5 サイズの手帳があるんですけど、それを使ってるうちに M5 サイズの手帳の魅力にハマっちゃったわけなんですね。なので、ちょっと、これも買いたい、あれも買いたい、これも手に入れたいっていうことでいっぱいになってて、結局、少しずつそういう、なんていうか、アイテムが増えたわけなんですよ。で、それでもう結局ここまで至ったわけなんですね。正直今見てもめちゃくちゃ可愛くてこれを買いたい。あ、いい。もう無理。それの繰り返しの中で結局手に入れたわけなんですけど、ですね、多分文房具好きな方々の中で結構いらっしゃると思うんですけど、一応欲しくて買って、これをどう活用するべきなのかっていう悩みを始めるわけなんですよ。はい。もともとは必要に応じて買わないといけないのに、欲しいから買って、そこから用途を考えるみたいな感じの流れだったんですけど、その中で、ちょっと読書記録を取ってみようっていう感じで、チャレンジしてみて、すごく最近気に入って、ちょっと活用している方法なんですけど、ご紹介してみます。開けたらこんなに可愛いサイズになるんですね。こっち、トラベラーズノートのオリジナルサイズって縦がA5サイズなのでめちゃくちゃ大きい方なんですよ。で、ほぼ2倍以上になる、サイズなんですが、ここをどう使ってるかというと、こんな感じで使ってるんですね。ですね、この、本の表紙なんですけど、こっちのリビューノートと同じ大きさなんですよ。なので、どうせこういう風に編集をするので大きさで、同じ大きさで作っといたものをそのままもう一枚プリントしただけなんですね。で、それで、表紙をつけ
、それで、いろんな情報を書きます。で、これ、私の場合は、これを元にして、リビューノートを作成する形にしているので、ここに書く情報は、まず、星でなんかレート、つけるんですね。で、ここに入って、著者とか、翻訳者とか、出版社なり、発売日とか、で、どういうプラットフォームで読んだのか。私の場合結構電子ブックで電子書籍でよく読むので、例えば Kindle とか、コボ楽天とか、なんかそういうふうな、プラットフォームの情報を書きます。で、まあ、紙の本だったら、紙の本って書いたりするんですね。で、そういう情報と、本を読み始めた日とか、読み終わった日とかを書いて、これを元にして、ここのリビューノートの情報を作成する形にしてます。で、こっちには読み終わった日付だけ書くんですが、これ多分進行形で書いてるので、例えばこういう風にインデックスついてるのは今読んでる本なんですね。なので、このように、星のレートもついてない、まだ。そして、ここにスタート、本読み始めた日はあるんですけど、まだ読み終わってないので、ここにはまだ空いてる状況なんですね。っていう風に書いているんですよ。で、例えば、こっちがもう比較的にできるんですね。こっちは読み終わった本、そしてこっちはまだ読んでる本なんですけど、読み終わった本の場合、この下に番号がついてるんですね。例えばこっちは2021の35。なので、これは、私、リビューノートを書くときに、リビューの順番通りに番号をつけるんですね。で、こういう風に上についてるんですけど、これは2021年の35番目のレビューっていうことなので、こっちに35を探すとこのようになるんですね。なので、こっちで今、読み終わった本の情報から、探して、そしてここからレビューを読むことができるっていう感じになるんですね。なので、私はこれはインデックス代わり、そして、検索用。そして本読みながらここで直接すぐチェックをするとかっていう形で使ってるんですけど、このように、元々のレビューノートがない、そしてこういう風に簡単に記録だけ取りたいっていうんだったら、こっちには多分自分が好きな情報として埋めることもできるかなと思います。で、もし、でも少しでも感想とか書きたいっていうんだったら、またこっちに書いてもいいし、こっちに情報を書いて、こっち側になんか感想とか簡単に書いたりすることもできるかなと思いますね。なので、このようにいっぱいテキスト書いたりとか、いっぱい内容書いたりすることがもうしんどい、難しいとか、私はもう簡単に記録だけ取りたい。私がなんかどういう本を読んだのか。で、もしくは本じゃなくても、なんかどういう映画を見たのかとか、どういうことをやったのかっていう簡単な記録だけ残したいっていうふうに考えるときには、このようにちっちゃい M5 サイズに手帳に簡単にこういうふうに記録を取るのも一つの方法じゃないかなと思って今日紹介をしてみたんですね。ですね、これ意外とすごく気に入ってるんですよ。で、ものすごく気に入ってて、毎日何回かちょっと開けてめちゃくちゃこうめくってみたりもするんですよね。だから、私これ読んだんだよね、みたいな感じでめくってみたり、そしてなんかちょっと前の方は、シリーズですね。多分、だから10巻セットとか、12巻セットとか、そういうのはこの前の方に入れてるんですけど、例えばこれはもうマスターズ・オブ・ローマっていうシリーズなんですが、ここまでは読んで、まだこっちは読んでない、状況なんですけど、このように、なんていうか、めくってみながら、空いてるって言ったら、これ早く読まないとっていう感じにもなるんですよね。なので結構、最近めちゃくちゃ楽しくめくってるんですよ。なんか M5 サイズの手帳を使ってる方々、そう感じるかもしれないんですけど、私はものすごく M5 サイズの手帳ってめくるときにめちゃくちゃ気持ちよくないですか？なんか大きいサイズのバイブルサイズとか英語サイズとか、なんかノートをめくるなんか感覚なんですけど、なぜか M5 サイズの手帳ってすごくちっちゃくて、指でめくるこの感覚がたまらないんですよ。なんかちょっとおかしく聞こえるかもしれないんですけど、それがすごく魅力だと思っているので、何かちょっと
1枚で何か情報があって、めくりながら確認したいっていう、こういう、時にぴったりかなと思って今はめちゃくちゃ満足しながら使ってるんですね。で、もし私みたいな感覚でM5 サイズの手帳が好きな人がいらっしゃれば、こういう方法もいいかなっていうふうに考えます。はい。で、今日はちょっと短めの動画にはなると思うんですけど、こういう使い方もありますよっていう感じで、簡単な、すごく簡単な読書記録の事例をちょっとご紹介してみました。はい。今日ももう最後まで見ていただき本当にありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。